こんばんは、桐ヶ谷誠です。始まりました。3時間で1枚を書くのコーナー。右上にありますカウントが3時間タイマーです。フルテロップが欲しい方は字幕をオンにしてください。今回から英語字幕もつけてみましたが、まだ英語勉強し始めて半年の初心者なので、変な翻訳があると思います。すみません。ということで、ラフを元に骨格の当たりを取り終わりました。ここからこの当たりに合わせて下塗りをしていきます。今回ラフの時点で色味などはしっかり決めておいたので、下塗りでは形や明暗を整えていきます。今回のテーマが人間嫌いの悪魔くん。バロック絵画のような高コントラストな色味に仕上げるのが目標です。この段階では遠目で見た時に立体が把握できるようになっていれば、詳細な部分はガタガタでも良しとします。ここでは目を薄めにしたり、右上のミニビューを見ることで、詳細にとらわれずに明暗だけを意識することができます。今は遠目で見た時のコントラストが弱い気がしたので、光源を強くしていきます。ピアスを描いていきます。今回のピアスのモチーフはアザミ、花言葉は人間嫌い。下塗りの最後に指輪を描いていきます。この関節の間につけるリングかっこいいですよね。パラジリングって言うんですか？今調べました。桐ヶ谷だったら10分持たずに落とします。見た目もかっこいいし、ちゃんとつけていられるのもかっこいい。それでは下塗りが終わりましたので、厚塗りを開始していきます。もう下塗りでほとんどの立体感や明暗も整っているので、筆の質感を滑らかにしていく作業です。影を G ペンで落とした関係で、影がくすんでいるので、強い影の周りに鮮やかな赤を落としてあげて、くすみ感を解消します。そしてたまに当たりを再表示させながら、ずれていっていないかを確認します。自分の脳を信じると、どんどん好きな部分を誇張して当たりからずれていく。では、手も塗っていきましょう。手は同じポーズで撮った写真を見ながら塗ると形が狂いにくいです。ただ、こんなに強い影を落とすつもりはなかったので、この場合の影って、どうなるんだと言いながら塗っていました。ちゃんとリアルに塗りたい場合は、光源まで同じように写真を撮るのがおすすめです。もっと顔の右側の影を強くしちゃいましょう。ほとんど背景と一体化させちゃいます。かっこいい。で、その影に合わせて手から口元に落ちる影も思い切り暗くします。残り40分を切ってまだ顔と手しか塗れていないので焦り始めました。とりあえず髪を塗っていきます。もともと明暗をつけてあったので、それに髪の流れを作ってあげます。あと、今、無彩色って感じの髪の毛なので、影の中でも明るいところをちょっとオレンジっぽくしてあげます。角を描きます。最初は角の凹凸をちゃんと描いていたのですが、逆に立体感が消えちゃったので、角全体の明暗を整えるだけにしました。耳とピアス。ピアスの金属は指輪と同様3色くらいで作ってあります。しっかりと暗い場所と明るい場所を作ってあげると、それだけで金属っぽくなるマジック。服はもうこのままいきます。ぼかし加工をかけます。色調補正やら何やらして3時間完成。ここから後日30分1時間弱の加筆をしていきます。寝て起きると違和感に気づく現象。加筆前を右側に表示しておきます。どんな風に加筆されるのかお楽しみに。とりあえずピアスが好みじゃないので一から書き直します。いろいろ考えた結果、リングの中にお花がある形にしました。アザミも、アザミ自体に注視すると周りから浮いちゃうので、引きで見て影は赤茶色でざっくりと入れることにしました。可愛くなった。あとは頬から流れる血や顎やらを修正していきます。この角度だと顎の下見えるよね。あとはもろもろ調整したりしたら完成です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。評価やチャンネル登録などしていただけましたらとても嬉しいです。